はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぱです。今回は OBS のマイク設定でおすすめの方法を5ステップで解説していきます。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。また、コメント欄でも質問を受け付けているので、それぞれ活用しながらチェックしてみてください。それでは早速 OBS でのマイク設定方法を解説していきたいと思いますが、 PC にマイクを接続する方法、マイク音量の設定方法、マイクが訪れしないようにする設定方法、マイクのノイズ抑制方法、マイクの音割れを防止する方法、この5ステップでマイク設定を解説していこうと思います。基本的にこの順番で設定してもらえれば誰でもマイク設定ができますし、ノイズや音ずれ、音割れしないやり方も解説しているので最後まで確認していってください。まずは基礎中の基礎である PC にマイクを接続する方法を解説していきます。ただマイクには様々な種類が販売されており、接続方法もそれぞれ異なるので、まずは自分が購入したマイクの接続端子を確認していきましょう。マイクの接続端子の種類としては 3.5mm 3極ミニプラグ、 3.5mm 4極ミニプラグ、 USB、 XLR、 主にこの4種類があります。まずは 3.5mm 3極ミニプラグについてですが、白や黒の絶縁リングが2本入っていて、金属部分が3つに分かれているものが 3.5mm 3極ミニプラグになっています。パソコンと接続する場合はピンクっぽい赤色の端子がマイク入力端子となっているので、こちらに接続するようにしてください。ただ 3.5mm 3極ミニプラグで接続するマイクはノイズが入りやすいデメリットもあるので注意しましょう。次に 3.5mm 4極ミニプラグについてですが、黒や白の絶縁リングが3本入っていて、金属部分が4つに分かれているものが 3.5mm 4極ミニプラグになっています。これはヘッドホンにマイクがついたヘッドセット、もしくはイヤホンにマイクがついたマイク付きイヤホンに対応している端子ですね。パソコンと接続する場合はヘッドセットマークがついた端子があればこちらに接続すると使用可能です。ただ注意点があるのですが、4極プラグには CTIA 規格と OMTP 規格の2種類があり、パソコンに搭載されているヘッドセット端子は CTIA 規格になっています。 OMTP 規格のヘッドセットやマイク付きイヤホンを使用している場合、このままパソコンに接続したとしても音がこもったり途切れたり、音量が極端に小さくなったり、マイク音声が入らない症状が出てしまうので注意してください。もしも OMTP 規格のものを使用している場合は CTIA 規格に変換してくれるケーブルを使用して接続するようにしましょう。説明欄に Amazon で販売されている変換ケーブルのリンクを記載しておきます。あと使用しているパソコンによってはヘッドセット端子自体がない場合もあったりします。その場合はこちらの4極から3極に変換してくれるケーブルを Amazon などで購入し、ピンクっぽい赤色のマイク入力端子と緑のラインアウト端子に接続して使用するようにしてください。説明欄に Amazon で販売されている変換ケーブルのリンクを記載しておきます。ただ 3.5mm 4極ミニプラグで接続するマイクはノイズが入りやすいデメリットもあるので注意してください。次に USB についてですが、 3.5mm の3極4極で接続するマイクと比べてノイズが入りにくいマイクになっており、接続方法も非常に簡単な接続端子となっています。接続方法としてはパソコンに USB 端子が搭載されていると思うので、そちらにマイクを接続するようにしてください。ちなみに最近では USB 3.0 以上の端子が搭載されたマイクが販売されていますが、パソコンに接続するときに USB 2.0 の端子に接続してしまうと USB 3.0 に対する互換性がないのでマイクが使えない場合があります。USB 2.0 と 3.0 の見分け方を解説した動画を作成しているので、 USB 3.0 以上のマイクを使用する場合はパソコンに搭載されている USB 端子が 3.0 以上なのかしっかりと確認してから接続するようにしてください。あともう一つ注意することがありますが、使用するマイクによっては1つの方向から音を拾える単一指向性、2つの方向から音を拾える双指向性、全方向から音を拾える全指向性というように、どのようにして音を拾うのかという設定を自由に切り替えられるマイクがあります。基本的に1人1台のマイクを使用することが多いと思うので、その場合は1つの方向から音を拾える単一指向性の設定に切り替えて使用するようにしてください。もしも1人で1台のマイクを使用しているのに2つの方向から音を拾える双指向性や全方向から音を拾える全指向性に設定していると、音がはっきりとクリアに聞こえない場合があるので、音質を向上させるためにも単一指向性に設定するのがおすすめです。
最後に XLR についてですが、別名キャノンコネクターとも呼ばれていて、音質にこだわったマイクの場合は XLR 接続するタイプが多くなっています。ただこちらに関しては直接パソコンに接続することはできなくなっており、オーディオミキサーやオーディオインターフェースに接続してから PC に接続するようになっているので注意が必要です。さらに使用するオーディオミキサーやオーディオインターフェースによって OBS での設定方法が異なるので、こちらを使用する場合は申し訳ないですが、使用する機器名で検索して自分で設定するようにしてください。ちなみに自分はアバメディアから販売されている AX310 というオーディオミキサーを使用した経験があり、実際に使い方を解説した動画を作成しています。同じものを持っていたり、これから購入したいと考えている場合はこちらを確認してもらうと OBS でのマイク設定方法も確認できるのでチェックしてみてください。 PC にマイクを接続することができたらマイク音量の設定を行っていきましょう。最初に PC 側のマイク音量設定から行っていきますが、自分は Windows 10を使用しているので Windows 10でのやり方を解説していきます。まずはデスクトップ画面の右下にあるスピーカーマークの上で右クリックしてサウンドをクリックしてください。するとサウンドの設定画面が表示されるので録音タブをクリックします。次に PC に接続されているマイクを探し出し、チェックマークがついていることを確認してください。もしもチェックマークがついていない場合は PC に接続しているマイクをクリックして選択し、規定値に設定をクリックするとこのようにチェックマークがつきます。これを確認できたらマイクをクリックして選択し、プロパティをクリックしてください。次にこのような画面が表示されるのでレベルタブをクリックしてください。するとこの部分でマイクの音量設定ができるので100に設定してください。この PC 側のマイク音量設定を行わないと OBS 側でマイク音量を上げても音が小さいといった症状が出るので注意しましょう。設定できたら OK をクリックしてください。すると先ほどの画面に戻るので OK をクリックして画面を閉じましょう。次に OBS 側でマイクの音量設定を行っていきたいと思いますが、まだマイク設定ができていないと思うので先にそちらをやっていきます。 OBS を起動したら画面右下にある設定をクリックしてください。次に画面左の欄にある音声をクリックし、一般の欄にあるサンプリングレートが 44.1kHz、 チャンネルがステレオであることを確認してください。ちなみにサンプリングレートは 44.1kHz にしていますが、過去に 48kHz に選択していたら徐々にマイクの音がずれていくという不具合を経験したことがあります。原因はよくわからないのですが 44.1kHz に設定すると音ずれがなくなったので、もしかすると使っている機材によってこのような症状が出るかもしれません。この後に音ずれしない設定方法を解説しますが、その対処法をやったとしてもマイクの音ずれが発生してしまう場合はサンプリングレートを 44.1kHz から 48kHz に変更して確認するということを覚えておいてください。それでは次の設定に行きますが、グローバル音声デバイスの中にあるマイク音声に使用しているマイクを選択します。ちなみにマイクの後に続く番号は PC のどの USB 端子に接続したのかによって変化しますし、その後のマイク名は使用しているマイクによって表示が変わるので特に気にしないようにしてください。ここまで設定できたら OK をクリックしましょう。この設定を行うと音声ミキサーにマイクという項目が追加されますが、ここに音量調整バーがあるのでこれを動かすことでマイク音量を上げ下げすることができます。またスピーカーマークをクリックすることでマイク入力をオンオフすることができ、マイク本体のオンオフスイッチを操作しなくてもミュートにできるので覚えておいてください。ちなみにここから先の設定は実際に録画や配信を行いながら確認しないと分かりにくい設定になるので、録画や配信の設定が終わった後にやっていくのを推奨しています。まだ録画や配信の設定が終わっていないという人は説明欄に各外部機器ごとの録画配信設定方法を解説した動画リンクを記載しておくので先にそちらをチェックしてみてください。録画や配信の設定ができた後にこの後の設定を行っていきましょう。それでは録画や配信の設定ができたという前提で解説していきますが、現在の状態では実際に録画や配信を行ってマイク音声を確認してもマイク音声が小さくて聞き取りづらいということが多いです。なのでもっと音量を上げたい場合はフィルタ設定の中にあるゲインという設定を行ってさらに音量を上げていきましょう。まずは音声ミキサーの中にあるマイクの歯車マークをクリックしてフィルターをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので左下のプラスをクリックしゲインをクリックしてください。次にフィルタ名を決める画面が表示されますが、特に変更することなく OK をクリックしてください。するとゲインという数値を調整できる画面が表示されます。
この原因というのは電気信号を増幅させてマイク音量をさらに調整できる設定となっているので、実際にテスト配信やテスト録画を行いながら好みの音量に調整してみてください。設定できたら閉じるをクリックして画面を閉じましょう。次はマイクが訪れしないようにする設定方法を解説していきます。まずは音声ミキサーの中にあるマイクの歯車マークをクリックしてプロパティをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、デバイスの欄に使用しているマイクが設定されていることを確認し、デバイスのタイムスタンプを使用のチェックが外れていることを確認してください。設定できたら OK をクリックしましょう。この設定を行うと基本的にマイクの訪れが発生しなくなりますが、場合によってはマイクが訪れしてしまう場合があります。その時は先ほど OBS の設定画面でサンプリングレートを 44.1kHz に設定しましたが、使用しているマイクによってはこれが原因で訪れすることがあるので 48kHz に変更して訪れしないか確認してみてください。次にマイクのノイズを抑制する設定を行います。ノイズ抑制を設定することでサーッというホワイトノイズや服が擦れたりする時の小さな音を抑制することができますし、キーボードのカタカタ音なんかも抑制できるようになっています。自分の声をより一層クリアにすることができるのでやってみてください。やり方としては音声ミキサーの中にあるマイクの歯車マークをクリックしてフィルターをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、画面左下のプラスをクリックしノイズ抑制をクリックしてください。次にフィルター名を決める画面が表示されますが、特に変更することなく OK をクリックしてください。するとノイズ抑制の方式を選択できる画面が表示されますが、デフォルトでは2種類のノイズ抑制方式が選択可能となっています。はじめは RN ノイズ高品質より多くの CPU 使用率が選択されていると思いますが、この設定は AI ベースのノイズ抑制方法となっており、主にキーボードのカタカタ音やマウスのクリック音を抑制することが可能です。それではこの設定にした場合のマイク音声を再生してみます。現在はノイズ抑制なしでマイクテストをしています。現在はノイズ抑制なしでマイクテストをしています。音質はどのような感じになっていますでしょうか。あと今からキーボード音やクリック音を鳴らしてみようと思います。はい、こんな感じになっています。確認してみてください。現在は RN ノイズに設定してマイクテストをしています。現在は RN ノイズに設定してマイクテストをしています。音質はどのようになっていますでしょうか。あと今からキーボード音やクリック音を鳴らしてみようと思います。はい、こんな感じになっています。確認してみてください。はい、実際に音声を確認してもらいましたがどうだったでしょうか。サーッというホワイトノイズが入ってしまうマイクを使用する場合、話している最中のホワイトノイズをしっかりと抑制できていないので少し不快な音質をしていますよね。また話していると言葉の最後の方が途切れてしまうことがあったので注意が必要です。ただキーボードのカタカタ音やマウスのクリック音をほとんど聞こえないくらいに抑制できるようになっていたので、この点に関しては非常に性能が高くなっています。ちなみに RN ノイズはもう一つのノイズ抑制方式と違って CPU 使用率が高くなるみたいですが、実際に設定して検証してみると約 1% 程度しか変わっておらず、誤差の範囲程度なので気にしないで大丈夫です。次にもう一つのノイズ抑制方式である Speaks 低 CPU 使用率低品質についてですが、こちらはノイズのような小さい音が入ってきた時にどれくらい音を抑制するのかという設定になっています。抑制レベルの項目でどこまでの音を抑制するのか設定できますが、使用環境や機材によって設定数値が変わるので、マイク音声を実際に確認しながら自分好みに調整してください。それではこの設定にした場合のマイク音声を再生してみます。現在はノイズ抑制なしでマイクテストをしています。音質はどのような感じになっていますでしょうか。あと今からキーボード音やクリック音を鳴らしてみようと思います。はい、こんな感じになっています。確認してみてください。現在は Speaks に設定してマイクテストをしています。現在は Speaks に設定してマイクテストをしています。音質はどのようになっていますでしょうか。あと今からキーボード音やクリック音を鳴らしてみようと思います。はい、こんな感じになっています。確認してみてください。はい、実際に音声を確認してもらいましたがどうだったでしょうか。話している時でもサーッというホワイトノイズが入らなくなっていますが、
キーボードのカタカタ音やマウスのクリック音を抑制できなかったので注意が必要です。ちなみにスピークスと RN ノイズのどっちに設定したらいいのかということですが、ホワイトノイズが入るマイクを使用しているならスピークス、ホワイトノイズが入らないマイクを使用しているなら RN ノイズ、このような判断で設定してもらえたらと思います。ちなみに Windows 10の64ビット版を使用していて NVIDIA GeForce RTX 30シリーズ、NVIDIA RTX Professional GPU、NVIDIA GeForce RTX 20シリーズ、NVIDIA Quadro RTX、このような GPU が搭載されている PC を使用している場合に限り専用ソフトをインストールすることで NVIDIA ノイズ除去というノイズ抑制方式を導入することができます。この NVIDIA ノイズ除去はスピークスや RN ノイズと比べて圧倒的に性能が高いので、より一層綺麗なマイク音質に進化させることが可能です。なのでここからはそのやり方を解説していきます。それでは NVIDIA ノイズ除去の設定方法を解説していきますが、まずは Audio Effect というソフトをインストールする必要があります。なのでこちらの NVIDIA ブロードキャストダウンロードセンターを開いて専用ソフトをダウンロードしていきます。説明欄にこのページのリンクを記載しておくのでチェックしてみてください。ちなみにブラウザで Chrome を使用している場合は日本語翻訳ができるので、どういったことが書かれているのか意味を理解しながらインストールできるようになっています。ここからは日本語翻訳した状態で解説していくのであらかじめご了承ください。次に少し下にスクロールすると Audio Effect という項目がありますが、使用している GPU によってどちらをダウンロードするのか変わってきます。なので自分の PC に搭載されている GPU に合わせてダウンロードボタンをクリックしてください。ちなみに自分は RTX 2080を使用しているので NVIDIA GeForce RTX 20シリーズまたは NVIDIA Quadro RTX の場合のダウンロードボタンをクリックして解説していきます。ダウンロードボタンをクリックするとブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下にインストーラーがダウンロードされるのでこちらをクリックしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は PC をクリックしてダウンロードをクリックすると NVIDIA AFX ハニャラランナン .exe というのがあるのでこちらをクリックしてください。するとお使いの PC によってはこのような画面が表示されるのではいをクリックしてください。すると NVIDIA ソフトウェア使用許諾契約書という画面が表示されるので内容を確認して大丈夫なら同意して続けるをクリックしてください。するとインストールが行われるのでしばらく待ちます。インストールが終わるとこのような画面が表示されるので閉じるをクリックしてください。次に OBS での設定方法を解説しますが NVIDIA のオーディオエフェクトをインストールするときに OBS を起動していた場合は一度閉じてから OBS を再び起動してください。次に音声ミキサーの中にあるマイクの歯車マークをクリックしフィルターをクリックします。次に先ほど追加したノイズ抑制の項目をクリックして方式をクリックすると NVIDIA ノイズ除去高品質 CPU を使用しないが選択できるのでこちらをクリックしてください。すると抑制強度という設定項目が表示されます。この数値を調整することでキーボードのカタカタ音といった雑音の抑制具合を調整できるので実際にテスト配信やテスト録画を行いながら調整してみてください。それでは NVIDIA ノイズ除去に設定した場合のマイク音声と Speaks RN ノイズに設定した場合のマイク音声を比較してみたいと思います。現在は NVIDIA ノイズ除去に設定してマイクテストをしています。現在は NVIDIA ノイズ除去に設定してマイクテストをしています。音質はどのようになっていますでしょうか？あと、今からキーボード音やクリック音を鳴らしてみようと思います。はい、こんな感じになっています。確認してみてください。現在は Speaks に設定してマイクテストをしています。現在は Speaks に設定してマイクテストをしています。音質はどのようになっていますでしょうか？あと、今からキーボード音やクリック音を鳴らしてみようと思います。はい、こんな感じになっています。確認してみてください。現在は RN ノイズに設定してマイクテストをしています。現在は RN ノイズに設定してマイクテストをしています。音質はどのようになっていますでしょうか？あと、今からキーボード音やクリック音を鳴らしてみようと思います。はい、こんな感じになっています。確認してみてください。現在は NVIDIA ノイズ除去に設定してマイクテストをしています。
現在は NVIDIA ノイズ除去に設定してマイクテストをしています。音質はどのようになっていますでしょうか？あと、今からキーボード音やクリック音を鳴らしてみようと思います。はい、こんな感じになっています。確認してみてください。はい、実際に音声を確認してもらいましたがどうだったでしょうか？ NVIDIA ノイズ除去だと話している時のホワイトノイズを抑制することができていますし、キーボードやマウスの音も抑制することができています。また、言葉の最後の方が途切れてしまうこともなかったので、NVIDIA ノイズ除去が導入できるのであれば、こちらに設定するのがおすすめです。次にマイクの音割れを防止する方法を解説していきます。これは大きな声を出してしまった時の音割れ防止になるのはもちろん、大きい声で話していても小さい声で話していても音を均一にしてくれる効果や、音をはっきりとさせたりなだらかにする効果もあります。設定しておくとマイク音が聞き取りやすくなるので、必要だと思う人はやっておくのがおすすめです。ちなみにコンプレッサーの設定はマイク音声をヘッドホンで聞きながら設定した方が分かりやすいという人もいるので、ヘッドホンからマイク音声が聞こえるような設定を解説しておきます。必要であればこれから行う設定を参考にしてみてください。まずは音声ミキサーの中にある歯車マークをどれでもいいのでクリックして、オーディオの詳細プロパティをクリックしてください。次にマイクの音声モニタリングをモニターのみ出力はミュートに変更してください。こうすることでヘッドホンからマイク音声が聞こえますし、テスト録画やテスト配信をしながらマイク音声を確認したい場合でも、マイク音声が二重になることなく収録することができます。設定できたら閉じるをクリックしてください。それではここからはコンプレッサーの設定をやっていきますが、音声ミキサーの中にあるマイクの歯車マークをクリックしてフィルターをクリックしてください。次に左下のプラスをクリックしてコンプレッサーをクリックしてください。次にフィルター名を決める画面が表示されますが、特に変更することなく OK をクリックしてください。するとこのような設定項目が表示されます。コンプレッサーの設定を行う場合、各項目がどういった設定なのかわからないと意味がわからなくなるので、それらを確認した後に設定方法を解説していきます。まずは一番上の比率から解説していきますが、この後解説する敷地で設定した値よりも大きい声が入力された時に飛び出た分の音をどれくらい圧縮するのか小さくするのかという設定になります。こちらの簡易的な図を使って解説しますが、例えば敷地で100という値を設定した場合、100の値を超えるような音が入ってきたら、超えた音量分を比率で設定した割合で音を圧縮します。例えば比率で2対1と設定していた場合、120という音が入ってきたなら、20という音量が100を超えているので、20から10、2対1へ音を圧縮してトータル110という音量に調整します。さらに140という音が入ってきたなら、40という音量が100を超えているので、40から20、2対1へ音を圧縮してトータル120という音量に調整します。それでは比率の数値を大きくして2対1から10対1に変更したとします。120という音が入ってきたなら、20という音量が100を超えているので、20から2、10対1へ音を圧縮してトータル102という音量に調整します。さらに140という音が入ってきたなら、40という音量が100を超えているので、40から4、10対1へ音を圧縮してトータル104という音量に調整します。このように比率の数値を上げると、敷地を超えた音に関してはほとんど同じような音量に圧縮されるので、音割れを防ぐことができるのですが、比率の数値を上げすぎると不自然な音になったり、逆に引っ込んで聞こえてしまう場合もあります。だいたい 1.5 対1から10対1までの設定が一般的と言われているので、そこまで上げすぎないようにしてください。次に敷地について解説しますが、指定した数値以上の音量だった時に比率で圧縮を行い始める音量ラインとなっています。ちなみに初期設定ではマイナス 18dB となっていますが、音声ミキサーのマイクの項目を確認した時に緑、黄色、赤の音量バーが確認できると思います。その下に数字が書かれていますが、レベルメーターがマイナス 18dB より超えてしまうような大きい音が入ってきたら、比率で設定した割合で音を圧縮するという意味になっています。次にアタックタイムについてですが、これは敷地よりも大きい音が入ってから比率で音を圧縮するまでにかかる時間となっています。単位は ms となっており、1000分の1秒という意味になっていますね。この数値が大きくなるほど比率で音を圧縮し始めるまでの時間が空いてしまうので、音の始まりからの音が大きい時間が長くなってしまいます。
反対にこの数値が小さすぎると音の始まりの音量が小さくなってしまうので、初めの言葉に迫力がなくなってしまいます。様々なところから情報を集めてみたり、実際に自分が試してみた限りでは3ミリ秒から6ミリ秒あたりの設定にしておくのが良かったので参考にしてみてください。次にリリースタイムについてですが、敷地よりも音が小さくなった時に比率で音を圧縮するのをやめるまでの時間となっています。リリースタイムが長いと敷地よりも小さい音に対しても音を圧縮するので、音がなだらかにつながるような感じに聞こえてきます。反対にリリースタイムが短いと音の切れ際が短くなって、それぞれの音が鋭くはっきりと聞こえてきます。様々なところから情報を集めてみたり、実際に自分が試してみた限りでは10ミリ秒から60ミリ秒あたりに設定しておくのが良かったので、好みに合わせて設定してみてください。次に出力ゲインについてですが、全体の音量を上げることができる設定となっています。敷地より大きい音が入ったら比率で圧縮されて音が小さくなりますが、その分だけ全体の音量を上げられる余裕ができるので、実際に設定を行うとひそひそ声のような小さい声で話したとしても、普通に話している時のような音量に引き上げることも可能です。最後にサイドチェーンダッキングソースについてですが、これを簡単に説明すると、 BGM を流しながら録画や配信を行いたい時にマイクに向かって話したら BGM の音量を自動的に下げ、話し終わったら元の音量に戻すことができる機能となっています。このような設定をしたいのであれば、メディアソースで追加した BGM にコンプレッサーの設定を追加して、サイドチェーンダッキングソースにマイクを指定してあげると、マイク入力の音量が敷地を超えた時に自動で BGM の音量調整を行ってくれるようになっています。ただマイク側のコンプレッサーでは特に設定する必要はないので、なしのままで OK です。それでは各設定項目の内容についてある程度理解できたかと思うので、実際にコンプレッサーを設定していく手順を解説します。まずは仮設定として比率を10対1、敷地をマイナス15デシベルに設定してください。次にマイクをいつも使用するような場所に設置したら、普段話すよりも小さい声を出しながら出力ゲインを調整し、レベルメーターが黄色の範囲内になるように調整してください。次に普段話すよりも大きな声を出しながら敷地をマイナス方向に動かして、レベルメーターが黄色の範囲内になるように設定してください。ちなみに大きな声を出した瞬間にレベルメーターが振り切ってしまうようならば、アタックタイムを6ミリ秒から5ミリ秒、4ミリ秒、3ミリ秒というように6ミリ秒から3ミリ秒の範囲内で短くしていくと、振り切れるのを防ぐことが可能です。もしも3ミリ秒まで短くしても振り切れてしまうようならば、アタックタイムを6ミリ秒まで一度戻し、敷地の値をマイナス方向に少し調整してアタックタイムを再調整してみてください。あとリリースタイムを10ミリ秒から60ミリ秒あたりに設定しておくと、時間が短い場合は音を鋭くはっきりとさせることができますし、時間が長い場合は音がなだらかにつながるような感じにすることができます。これは好みになるので好きなように調整してください。最後に微調整を行っていきますが、比率を 1.5 対1から10対1の範囲内で調整していきます。比率の数値が高いと不自然な音になってしまう場合があるので、大きな声を出してもレベルメーターが振り切らないギリギリの比率になるように調整しましょう。これでコンプレッサーの設定は以上になりますが、このようにひそひそ声で話しても、このように大きな声で話しても問題ないかと思います。ちなみにノイズ抑制の設定でスピークスを選択している場合、全体の音量が上がっていることもあってホワイトノイズの音量も上がってしまいます。レベルメーターを確認しながらホワイトノイズが入らない数値まで再調整するようにしてください。ここまで OBS のマイク設定方法を5ステップで解説してきましたが、どうだったでしょうか。このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法やゲーム実況に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。